今も何個やってきました？一番最初スキットやろ、スキット、スタンディング、そうでウィーリー、フェイキーフェイキー、でバニホバニホあともう一個のまだポゴポゴやなんか結構やってきてるな。6つか。何が一番好きとかトリックですか？トリックで今までまあやってきて、まだなんかそのレパートリー個人的にあったりすると思うけど。僕も一番好きなのはなんか2つあるんですよ、2つあって、フェイキーがやっぱ一番なんかピストの醍醐味じゃないけどわかる。後ろに進むっていうの確かに。でフェイキーからの派生で何やろキーロ、僕もピスト乗って10年ぐらい経ってるんですけどまだちゃんとできたことなくてフェイキーはずっとできるけどキーロだけできへんみたいな。高橋君は？僕も一番まあ今までこそなんか結構飛んだりとかっていうのが結構好きでやってるんですけど、バニーホップとかバニーホップ180とかが結構気持ちよくやってるんですけど、最初始めた時はなんか地元の先輩、その時は全然知らない人なんですけど、いきなりこう商店街でウィリーと企業スピンをしてる。商店街でやっちゃあかん商店街ではやっちゃあかん。ちょっと時代がねもうやってたけど時代がもうかなり前なんで田舎のね真夜中の商店街で明るいよなこれ。そう明るい、少しか明るいとこなかったから映像とか撮ったな、そういうなんかあれでなんか衝撃バーンって受けて、とりあえずウィリーと企業スピンを俺もうできたら一応なんかもういいと思ってたよ。なんか初めもう自転車目標みたいなそう買って始めた時にこれとこれできたらもう俺もう満足ですっていうか、それ以上別にめっちゃわかんな。でもめっちゃわかるっすわ。最初やっぱりもうピスト乗り始めて多分7年とか8年ですけど、俺もやっぱ最初そのスキット、フェイキーとかバックサークル後ろに走る系とか、もうめっちゃやりたくて、まあでもなんかその挑戦するにも周りにそういうトリックやってる人とかいなくて、おらんかったな。だからもう死ぬほど映像を見てて、その中でやっぱマッシュとかも超衝撃受けたし、あとはマカフラマンね、マカフラマとかの方がなんかトリック寄りな感じだったから、さっきから出てたキーオスピンってぐるんって回るやつ、そのキーオスピンのねキヨってもう人の名前だけど、その人がね神的にもう自転車の神様、ピストバイクの神様みたいなね。そうですね。しかも多分本当に人の名前が入ってる技って今なんかまあいろいろあるけど、なんか新しい技なんかしたりとかあるんですけど、多分ずっと続いてるの多分キヨスピンぐらいじゃないんかなっていうぐらい、確かにそれぐらいインパクトある。ピストのトリックとかってなったら本当にそこまでやっぱ種類が BMX とかに比べて多いってわけでもないから、そうスタイルだもんな。あと乗り物大体キヨも自転車のねセッティングとかもまあ独特だったっすけど、なんかキャラとか雰囲気とかもねなんかかっこよくて、個人的にはトラックバイクの神様、なんか本当サッカーの神様いやとか、こうなんか野球の神様とかいろいろいるけど、もうそのトラックいやバイクの本当にトラックバイクの神様ですね。トラックバイクトリック系のちょっとね残念ながらあれ去年ですかね、一昨一昨年ぐらいか亡くなってしまって亡くなってなんかうわーっと思ったのすげえ。結構みんな上げてましたもん。そうだからやっぱ俺もそのマカフラマとかマッシュをマジでずっと見てきてたから、もうほんと見よう見まねでやってみようと思ったのがやっぱウィーリーとキヨスピン。だから多分みんな通るっぽい、衝撃っすもんね、あんな後ろに進んで急に回るみたいな。そうなんだ、急に回んのよな。急に回るやつ。そうで俺それ本当にバックサークルもできないしフェイキーもできないし、やっとスキットができるぐらいの時からなんかめちゃくちゃ練習してて、だから本当キヨスピンできないけどできないからバックサークルもできないし
後ろに進むっていう動作をずっとやってたらなんかだんだんバックサークルできるようになってきて大きめの大きめの。そしたらなんかだんだんコツってきてキヨスピンちょっとずつできるようになってくるみたいなのがあったから、一番好きなトリック言うと俺本当にウィリーなんだけど、思い入れがあるっていうか一番頑張ってやったのはキヨスピンだったかな。一番憧れっていうか、なんだろう、うわー俺トリックできるようになったくさいみたいになったのはやっぱキヨスピンかもしれない。派手だし動きもそう派手なんですよね動きが、素人目から見てもほんまにやっばみたいになる。ウィリーとキヨスピンは公園とかで乗ってたらやっぱ子供受けとかもいいですし、ウィリーはまあまあもう普通に子供とかでも見慣れてるじゃないけど、ちょろっと見たことあるみたいな感じはあるやろうけど、最近のライダーとかだともう動きがもう次元がまた変わってきちゃってるから、なんかもうかっこいいとか憧れるっていうよりかはなんかすげえみたいになってきちゃってて、なんかそれこそ10年とか15年ぐらい前の映像のみんなうまいけどちょっとぎこい感じ俺それがもうなんかたまらなく好きで隠しててでもめっちゃうまいみたいな、みんな短いハンドルとかドロップハンドルとかで無理やりやってる感じとかもすげえ好き。当時やっぱなんか正解がない感じがあるじゃないですか。みんななんかいろんなセッティング、なんかめっちゃハンドル高いやつもいるしなんかドロップハンドルつけてる人もいるしなんか、まあ、そもそもこうシングルじゃないような自転車で無理やりこう、確かにシングルにして組んでるやつとか今は結構割とねなんか洗練されてきて洗練されてなんかピストやりやすい自転車でトリックをみたいな感じですよね。そうじゃなかったあの頃がぶっちゃけ言うと今見るとチャリンコなんかまあいいんだけどダセえなって思うあの感じなんかちょっと小ダサい感じがすげえ良かったなと思うから、自分がやっぱ組む自転車とか自分の自転車とかもその気持ちを忘れないようになんかあの頃のセッティングっていうかこう7号ガチャガチャの7号を使ってみたいなあの気持ちを忘れたくないみたいなもうほんとね中古パーツの寄せ集めみたいな自転車で壊れながらね。そうぶっ壊れてでなんかファッションとかもなんかねなんかすっげえカットオフしたすっごい短いハーフパンツみたいな履いてすげえちっちゃい T シャツでなんか動きもぎこいんだけどなんかこう刺さるもんがある感じでしょ。指抜きのグローブとかしてたもん。いやなんかみんなトリックライダー向こうのやつ指抜きのグローブしてたからなんかそれがなんか本当にかっこいいのかとか疑問にも思ってたけど、でもなんかそれがトラックバイクのカルチャーなんだなと思ってこう指抜きのグローブなんかしちゃったぐらいして地元のよう行ってた自転車屋さん、ほんまピストとか扱ってる店、そこで僕ノグの指抜き革のねここにもう何やったらラブみたいな感じのシューがついてたやつ買ってあれつけてずっとやってたもん。なんかやっぱ自転車は自由な乗り物だけどトラックバイクってもう一段とどのジャンルよりも自由な乗り物じゃないですか。何でもありっていうか、だからこそキヨスピンってもうあの人が考えたはずだし、なんかすごいっすよね。技が自分の名前をつけれるってもうすげえ限られてる人しかできんことやし、でもそれだけ衝撃的や多分僕ら以外でも多いんじゃないかな。同時でバーって見た人がめっちゃ衝撃的やから。ヒヨカリーって言うとやっぱそれマーカフラマで俺知ったんですけど、そこからやっぱ付随してケイデンスのダスティンとかも出てるじゃないですか。ちょろっとでマッシュにも出てて、その派生でファストフライデーありましたね。あれを見てだからマカフラマ超すげえもう仕上がってるヒヨカリーを見てからファストフライデーを見たもんだから、ファストフライデーって見たことありますよね。伝えて買いましょう。伝えとかにあったって香川県の伝えにあったよあれめっちゃ感動しないですか。感動する。俺ちょっとあれ泣いたっすもんね。なんかもうみんなもうそれこそピスト乗りたてみたいな感じで、ムーブメントがこう始まってる感じ。あれ DVD の表紙が器用だね。器用だ。スピナジー履いてでけえ競輪フレーム乗ってイヤホンつけてノーハンドフリーみたいなやつね。
清澄あれも清澄にしてんのかな。あれを見てね、俺も多分頑張ったらできるようになるんだなと思ったっすよ。あの清カリーがめっちゃ下手じゃないですか。最初ぎこい。めっちゃぎこいしあと他のマカロンに出てたキアとかもあれ出てくるじゃないですか。はいはいはい。キアとかも何もできない。地下のケイデンスの事務所みたいなとこでぐるぐるスキッとしたりとかしてぶちこけるみたいな、みんなそんな感じだったのに、なんかもうキヨだけ急に頭角を現してめちゃくちゃ上手くなっていく感じとか、あと自転車にはまったきっかけみたいなやつも食らったっすね。兄貴がありましたね。結構ダウナーな話ですけど、兄ちゃんが銃で撃たれちゃってで亡くなっちゃって、で結構食らって、それを紛らわすっていうか本当に夢中になることを見つけようってなった時にトラックバイクに出会ってっていうのが、なんかそのただのなんだろう、トラックバイク友達が乗り始めたからとかじゃなくて、友達が乗り始めたからとか、その遊び道具で乗り始めたとかじゃなくて、もちろん多分ベースはそこなんだろうけど、その夢中になるために何かを忘れるためみたいなのが結構俺もグッときててさ、当時も乗り始めた時大学生とかだったからいっぱい課題とかもあったしそれを忘れるために大学終わったら速攻でなんか公園行って一人でめっちゃチャリ乗っててでもその時その当時もうほんまに5年以上前とかってなったら、今もインスタとかで簡単に動画見れるじゃないですか。でもそういうのがなくて YouTube ぐらいしかほんまになかったですよね。あと微妙ね、あったわ。そう YouTube より微妙で最初ずっと見てたな動画。ちなみに熱いなと思うのが、いまだにマッシュが新しい映像を出すととりあえず微妙に上がるっていう。いやそうなんウェブから映像に飛ぶと微妙なんですよね。誰が今使ってたよって感じだけど本当それですね。いやでもそう YouTube じゃなかったら、もう微妙ばっかり。僕も YouTube でフィクスドリアって入れて、フィクスドリアトリックとかって入れたら大体もこうやって、それこそハウトゥーとかあったもんな、昔も超分かりにくい、もうなんか技術もあれだからテロップも入んなくて、何を言ってるのかすら分からんし、だから我々がそのハウトゥートリックをやりたいなと思ったのそれだよね。なんかあの頃の気持ちを忘れたくないのと、やっぱそのどっかでやっぱトラックバイクって超面白い乗り物だし、もう全然僕らが知らないところでこう死ぬほどハマっちゃう方とかもいっぱいいるからなんかそのちょっと手助けというか、ね、あの頃自分がこう全然知らないライダーの人にしてもらってたことって教科書みたいな手探りでやっていく感じ、誰にも教えてもらえないから、まあ、今いっぱい情報があるからちょっと調べれば多分出てくると思うけど、そのね一つのあれになれるようにっていうのが結構ベースにあったりとか、パーツとかもね、俺はだってもう微妙でこいつは何のタイヤを使ってるんやろっていうのをもうずっとこう動画を見たりなんかもう検索したりとか、まあなんかね、だからもうフィルットとか知ったのそれですもん俺。でもマッシ俺もュのそうですね。映像を見てて、一番最初にアンディってやつ出てくるじゃないですか。はい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 。あいつが緑色の競輪に乗ってバーンって走ってるところでスキッとしてるところでバンってこう止めて、ホイールの組み方とかめっちゃ見てこのハブのフランジの感じは多分フィルットが入ってフィルットなんかこいつらが多分使ってるからかっこいいみたいな、まず性能とかどうでもよくかっこいいみたいなとこからだったっすね。そういえば確かにみんな杉野っていうクランク使ってるとかデュラエース使ってましたね。大体やっぱ競輪のパーツが多かったよね。競輪のパーツ多かったっすね。それしかでももうそもそもなかったのかな。本当に自分が自転車トラックバイクが最初好きだったんですけど、そこからなんかこう自転車好きになってく、あれもやっぱそういうマカフラマとかマッシュを見て、なんかそのライダーが乗ってる自転車かっこいいなと思って調べていくと、実はハンドメイドバイクでみたいな、ジェームス・ニューマンっていうライダーが乗ってるやつが実はハンターサイクルスで、ハンターってなんだって調べていくとカリフォルニアの手作りの自転車でなんだかんだみたいな。そこまで見んかったな。俺もそこまで見てたね。もうなんかマジ古着とか洋服彫るような感じで、なんかそれを知ってることになんか別に誰に何かを教えるわけじゃないんで、その知ってる自分によって書いてあいつが履いてるスニーカーあれみたいな。しかも僕 YouTube 見てて
ビメオってちょっと映像綺麗みたいなあれなかったですか？なんかちょっとなんか綺麗に映るけど YouTube はもうほんまに昔の iPhone とかでさっと撮ったのも上げれてみたいな、もうガッサガサのザラザラのそうビットが荒いそう YouTube ほんまガッサガサやってるよな。もうあれでしかもう動きを見てへんかったからな、そこまで見られへんかったよな。なんかハウトゥートリックもこれからなんかどんどんやっていきたいし、なんかハウトゥーじゃなくてもただピスト乗ってる遊んでるその感じ、ファーストフライデーとかああいう感じのなんか一本撮りのやつとか出したいなとかちょっと思ってるけど、逆になんか画像ガチャガチャのなんか感じで撮りたいかもしれない。綺麗じゃない、綺麗じゃないやつ一本、いつの時代のやつだよいつの時代のやつつだよみたいな、いけますサルちゃん、そういうのっていけんすか？ちょっとやりたくないですか？バックトゥベーシックというかビデオとかでね、ビデオとかで感じそういう雰囲気系の熱いんだよな、ああいうのが。まあああいうね動画とか見たら確かになんかこうやっぱ自転車とかピストってね割とやっぱ移動手段で便利なもんで、だけどまあプラスこう街中で遊べるみたいな、なんかこうそれがえそうなんや、なんかえな、移動だけじゃなくていやそう移動だけじゃなくて遊べるし、かといってなんかね公園にトリックだけしに行ってもう練習していって練習してばっかりやと多分なんかメンタルそうなんかそれってよりはなんかね本当ガシガシ移動でとか日常で使えてなおかつ遊べるみたいなところがめっちゃいいなって多分思えるんで、ぜひね見てほしいですよね。見てほしい。今のなんかピストでトリックやりたいってことかもファストフライデー見てほしいな。なんかあれ結構勇気出るんだよな。なんかだんだんこうみんなが上手くなっていく感じ、超ぎこいけどなんかみんなで集まってガチャガチャやってどっか移動してみたいな、もうあれでやっぱ練習したらできるようになるんだろうなみたいな。そうなんか映像いきなり最近多分 YouTube とかでめっちゃうまいやつとか見るじゃないですか、そう過程がなさすぎてうわすげえそうやりてえすげえって終わっちゃうからちょっと企業のぎこい時とか見たら、あ企業もちゃんとこうダメなんかできん時あったんやみたいな、そっから頑張ってなんかこう上手くなっていったんやみたいな見れたら、あちょっと頑張ろうかなってなるっすね、ねえ、もうハウトゥーウィリーとかやってきてるけど、大地も言ってそんなにウィリー得意じゃないみたいな感じじゃん。だからどっかの、ね、だんだんこう撮影していくにつれて、あいつなんか上手くなってみたいなやつがちょっと垣間見えたりすると、練習してくれてる人のちょっと勇気づけられたりすると思うし、乗りたいな。チャリ乗りたいな。ただね、今日乗りたいんだけど雨なんですよね。いや本当な、いやマジで、まあ、雨はどうしようもない移移動はできるけどトリックの練習とかもう死ぬこけちゃう。そういう時こそほんまに家で動画とか見てモチベーションを上げてみたいな。めっちゃやってたもんな。チャリいじったりチャリいじったり無駄に気圧とか変えてみて別にそれで上手くなったりしないんだけど、タイヤを謎になんか変えてみたり。タイヤ変える？タイヤ変える。いや俺なんかタイヤは昔から結構なんていうの、気分転換。気分転換じゃないけど、まあ、いっぱいあるやんか種類が、うん他のパーツに比べて確かにタイヤってめっちゃ種類とかサイズあるから、最近外人とかこんなん使ってんなとか、なんか日本とかでもあの人なんかやったらこれ使ってんなとか思って、俺使ったことないなとか思ったらとりあえずまあ使ってみるけど、まあでも実際ねそんな急に急に変わったりしてんだけど、変わらんよ。なんかウィリーが急にできたりとかはもちろんないんですけど、なんか、ね、まあでもそれでモチベーション上がったら意外と、そうパーツが変わったからっていうその気持ちでテンション上がって練習しまくって、あれもう急に映像を見たいな。映像見たいしトリックやりたいな普通に。僕でも結構好きな動画がインスタのトミーくんが載ってるやつで、だから久々にトリックの動画をトミーくんが上げた動画そんなスキット180から80ちょろっとの T をあれかの流れ、あれね、
これがあれはもうねこ私の流れがめちゃくちゃ好き。スキットからの起用スピンってもうピストじゃん。それがピストしかできないじゃんあれ。 BMX とかでもできるかもしれないけど、これな確かにトミー君の起用スピンはね綺麗なんです綺麗。綺麗、まあ、もう死ぬほど見たっすもん映像を。それねこれなもう定点でカメラをこうドンって置いてドンって置いた状態でもうその枠の中で収めてく枠のる感じ。中で収めるこれはな計算し尽くされた。でもねそのラインを多分やりたい人は多分めっちゃ多いんじゃないかな、だからこの前フェイキーもやったしスキットも80はまだやってないですか？スキット相手はまだやってない、やってないか。だからスキットも次もうこのテンションでスキットも80もやりたいし、やっぱ起用スピンじゃないですか。まあ起用スピンはねぜひちゃんと教えてほしいな、もう4時間ぐらいもう起用スピンマジでやろうよじゃあ。で次もうキーオスピン取ってあれ正しくキーオスピンできます？まあ一応そんなにうまくないけどまあそんなにうまくないけど起用スピンはもうめっちゃやったからね。キーをなめっこちゃやった。う180度しか回らんのよな。こうブンってしブンってしてドゥンって落ちるみたいなブングーングーンっていうこれあるでしょ最近トミーくんがようやってるキーはもうこうわかりますこれ2周ぐらい。グングングンってなんかペダルを踏んだりっていうのをそうそうそう。あしてそう前輪上げながら加速じゃないけど回転数を上げてるみたいな。初めてできたトリックと言ったらあれだけど本当に初めてできた派手なトリックは本当これだったからかなり思い入れはあるし、ちょっとこの前は正しくにバニーホップ教えてもらった形だけどちょっとぜひともそうですね次は起用スピンやりてー。起用スピン気持ちいいからなあれ。教えてスキット180から起用スピンで終わらせるのもいいんだけど起用スピンからのウィディとかそのつなぎにもなるしあの頃感めっちゃあるじゃん。起用スピンからぎこい感じだけど無理やりウィリーバランス持ってくみたいな取ってあれね。まあちょっと難しいんですけどね、うん多分難しい今までやってきた How to よりはちょっとちょこうっとね上がる。レベルが上がるけど絶対に絶対できる絶対できんだあれ。そう絶対できる。絶対できるんだわ。 10年経ってるって絶対できんだわあれ。でもそれ気合が足りない。こけたくないもんな。こけたくはないよそれは。いやみんなこけたくないけどまあこけたりするかもしれない今までのなんやろ例えばスタンディングより危なくないかって言われるとまあちょっとそりゃまあねまあですけどでもなんか要領さえ分かればね別にそんなめっちゃ怖いっては、もうそんな起用スピンで鬼ごけした記憶とかはないから。あと結局あれかなりなんだろう骨要素がかなり高いから正直言うとフェイキーとかより全然コツったら早いと思う。フェイキーとかってもう感覚じゃないですか。しかもこうね数やらないと結構ちょっとずつできていくもんなんで起用スピンは結構コツなんかここでこうするとこうなるっていう本当コツ要素がすごい多いからHow to やりやすいかも。それで俺だってめっちゃ後輩の子たちみんなできるようになったもんマジで。やっぱその若い子たちとかも起用スピンめっちゃ憧れてて教えてくださいとか言ってくれるけどみんな気づくと本当に今みんなやってるしあれできんだよね。できる。ちょっと How to やりたいな。だから次は How to 言いましょうか。そうですね。起用スピンのアウトドアキーをややるか。りましょ次晴れた時はう。次晴れたら本当は今日やりたかったけどな。